またね、ぜひ一回乗ってみてください。いいんですか？私が乗ってんの？エデン組の逃げさしまくりシーズン2。やっほー、コンパター君たち。なんとエデン組初の冠番組逃げさしまくりのセカンドシーズンが始まりました。やったー本当に嬉しい。マジこれ現実？すごすぎないか？またこの教室に戻ってこられるなんて嬉しい。どうもレインちゃん。この声は久しぶり。お久しぶりです。いやー、まさかね、セカンドシーズンが始まるとは思ってませんでしたよ。いや、本当に思ってなかったです。本当に嬉しい。これが本当にあるのかなって、現実なのかなって、ふわふわしちゃってるかもしれないです。いやー、実際現実でございますんでね。いや、また盛り上げていきましょうよ、逃げさしまくりね。はい、頑張っていきたいと思います。で、聞いたところによると、今回はなんとレインちゃんがボートレース琵琶湖に行ってきたと、実はそうなんです。そちらの様子がなんと VTR にあるので、こちらご覧ください。ついにあの教室を抜け出し念願のボートレース琵琶湖にやってきました。わーい。いつもはネットでチケットを買ってパソコンの前で応援してるので、こうリアルの世界にバーチャルから抜けてくるのは初めてなんですよ。だからちょっと緊張してます。わー、すごい。やっぱ本当に京都駅からここまであっという間だったんだが、京都からこんなすぐに琵琶湖って来れるんだな。すげー。しかも最寄りの高知京駅から無料のシャトルバスが出てて超便利だったんだよな。駅から歩いても10分ぐらいで着いちゃうんだけど、普段椅子に座ってるバーチャル YouTuber みたいな人たちにはめちゃくちゃ助かると思う。しかも30分に1本の間隔で運行してくれてるみたいだから、そこもまた便利だよな。ぜひぜひ君たちも活用してみてくれよな。まあ今日はボートレース場自体はお休みらしいんだが、その代わり特別に普段は絶対に見ることのできない裏側まで見に行けるということなので、早速行ってみよう。お、ここが入り口だな。うわー、ドキドキするな。一体ボートレース琵琶湖ってどんな感じなんだろう。このゲートをくぐってと。へえ。待って、あれ遠藤選手じゃないか？これあれだ、遠藤選手がこの前 SG 優勝した時のだ。あれは本当に興奮したよな。いや、すごい試合だった。このレース、このファンファーレが本当に響いてるんだよな。今となっては目頭にグッとくるような感じで、桁外れな史上初の快挙、女子の SG 初制覇がかかる世紀の一戦、優勝戦を迎えました。遠藤恵美が女子レーサー3人目の SG 輸出を果たし、女子初の SG 優勝へチャレンジ。私たちは歴史的瞬間に立ち会うこととなるのでしょうか。枠なぎ3対3スタートしていきました。確定いいスタート、0台前半といったいい踏み込みですが差はありません。インコースから1号艇遠藤が運ぶ、2番3番と競っていきました。内に覗いたのは5号艇4号艇ですが、前にいるのは1号艇の遠藤。遠藤がトップ、追走に5号艇の中島、4号艇の上条が3番手。レースは最終周回あと1周です。さあ遠藤の前にはなりません。これまで見ることができなかった景色を遠藤恵美が築き上げています。初めてレディースチャレンジを制した大村、初めてクイーンズクライマックスをパーフェクトで制した大村、そしてボートレース発祥の地大村で遠藤恵美が女子初の SG 優勝、ボートレース70年史上初の女子レーサーによる SG 制覇を飾ります。ロードトゥーグランプリ大村 SG 第57回ボートレースクラシック優勝戦、1号艇の遠藤恵美、今1着でゴールイン。2着が4番上条、3着5番中島、そして2番畑、3番。こうやって地元選手の優勝を盛り上げたりして、ボートレース琵琶湖は愛があっていいな。よし、他にもいろいろ見て回るか。ってあれ、ひなちゃんだ。あー、りなちゃん、ヤッホーコンパター遊びに来たぞ。
さんかわいいな。なんか結構実物おっきいんだな。意外と。そしてここが観覧席か。一面全部ガラスってのもすごいな。めちゃくちゃ見えるな。そしてなんといっても景色が最高すぎる。本当に琵琶湖の中にレース場があるんだな。すごい。あれは琵琶湖を走る遊覧船だ。レースだけじゃなくて景色も楽しめるって本当に贅沢だな。もっと近くでも見てみたいな。外の席にも行ってみるか。どんな感じなんだろう。これが立ち見席か。すげえ、めちゃくちゃ広い。走り回れるな。ターンマークのすぐそばでレース見たらきっと迫力すごいんだろうな。ボードゲームこんなに大きいんだ。めちゃくちゃ大きい。レースがないのは残念だけど、こっからこうやって景色見れるだけでも最高だな。鳥なんかも泳いじゃってるし気持ちよさそうだな。あれなんかちょっと変わったボート来たぞ。りなちゃんが乗ってる。おーいりなちゃん楽しそうだな。こっちまで来てくれた。りなちゃんいいな。りなちゃんだけずるいな。楽しそう。いいの？乗ってみたい。一緒に乗りたい。ということでなんと乗せてもらっちゃいました。すごい、超貴重。私今レース場の中にいるんだぞ。選手たちからはこんな目線なんだ。すごい。ボートの上からは建物がこんな感じで見えてるんだな。本当に一面全部ガラスだ。すごい。練習してる選手たちがいる。こんなに近くで見れるなんて本当にすごい経験をさせてもらってるな。こうやってリアルで見ると迫力が違うな。そしてなんと今回は裏側も行っていいとのことなのでキットに潜入しました。すごい。あれあそこにいるのってもしかして。やあまたね。ようこそボートレース琵琶湖へ。今日は、ボートレース琵琶湖へお越ししていただいたので、ボートレース琵琶湖を紹介したいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。これが、実際レースで使う本物のボートです。それのちょっと調整をメンテナンスをしてました。本物ですか？めちゃくちゃかっこいい。これに選手たちが乗ってるんですね。すごすぎる。こんな間近で。普段はもうこういう正座の姿勢で乗って、でアクセルとハンドルだけです。もう右手ハンドル、左手アクセル、でターンの時は、こういう選手みんながやっているモンキーターンという姿勢で荷重移動をしてターンをしています。こんなに間近で選手の動きが見れるなんて。ボートの上で瞬時に判断して動くんだもんな。すごすぎる。てかアクセルしかないんだな。本当にマジか。はい、パタネーには、本番艇はまだちょっと早いので訓練艇を用意しました。パタネーぜひ一回乗ってみてください。いいんですか？私が乗っていいの？でもどうやって乗ればいいんだこれ。貴重すぎる。これが、車でいうアクセルですね。ボートではスロットルレバーと言います。スロットルレバー。もう単純です。もうこれが全速で、これが前平。でもブレーキもないしアクセルだけなんだよなこれ。でこれがハンドルです。ボートレースは、左回りをもう3周する競技なので、基本こっちにしか切らないです。でも切った後には、勝手には戻ってくれないので自分でこう戻す必要があります。車みたいに自動で戻ってくれないんだな。ボートの運転って本当に難しそう。なんで簡単って言えるんだ。でボートにはどうやって乗り込めばいいんですか？教えてください。こんな感じに乗ってます。こうです。もうここは座席でゴム板になってるので、ここに
基本乗ってます。おー正座してこんな感じですね。やっぱり正座なんですね、ここでも。なるほど。でこの体勢だとうすごい空気抵抗で遅いので、確かに。直線時はこうやってかぶるって言うんですけど、選手用語でかぶって伏せて空気抵抗を減らしてます。なるほど。ちょっとそれ走ってる時前見えるんですか？いやもうほとんど見えてないですね。もうちょっと見えてるぐらいで、でターンの時はこう起き上がってハンドルを切ってモンキー姿勢。実際水の上だしめちゃくちゃ大変そううわ刺されたとかこうやって首を見て首を振ったりして見てます。これをまあ3種ですね。単純な競技です。だ。いやどこが単純なんですか？それでは一通り説明したので、パタネーもぜひボードに乗ってみてください。よし、それじゃあ行くぞ。よいしょっと。こうやって頭を下げてって、ほとんど何も見えないじゃないか。これで運転してる選手たちは本当にすごいや。すげえ。まだまだこれ以外にもたくさん紹介したことがあるので、次はこっち一緒に来てください。他にも紹介してくれるんですか？次は何だろう。こっちが、整備場になります。整備場？選手は基本ここでエンジンの整備を行っています。こっちにあるのがプロペラ修正室といって、はいプロペラを調整する場所になります。もう実際にやってるのは、もうこういうちっちゃな椅子に座ってこういう感じで、ハンマーなんですけど、樹脂ハンマーといって樹脂がついてるハンマーで、こういう感じで叩きます。プロペラは水がこう流れるので、もうちょっと水を流したいなとか、もうちょっと水を止めたいなとか、流れを良くしたいなとか、この水の流れを計算してこうペラを微調整してます。もう職人技ですね、これは。本当にプロの技って感じだ。すげでこうやってこう光を見て、ー。これ選手用語でプロペラの顔って言うんですけど、顔。いい顔だなとかイケメンだなとか言ってますね。綺麗だねとか、こういうのを見てます。なるほど。なんか楽しそうですね。このプロペラですごく伸び足、出足、回り足、すべてのこのエンジンのパワーが左右されるので、いいエンジンでもダメにしてしまうので、みんなほとんど、レース行く10分前とかまで、もうギリギリまで叩ける限界まで叩いて乗ってますね。そうなんですね。本当にこの細かな作業がレースの勝敗に関わってくるんだもんな。いや、選手ってすごいな。職人そのものですね。本当にかっこいい。はい、もう一個だけちょっと見せたいものがあるので、ちょっとこっちへお願いします。はい、もちろんです。保管庫って言われてる保管室なんですけど、はい。選手が着るカポック救命胴衣のが置いてある部屋なんですけど、すごい、選手たちのユニフォームですね。やばい。僕は1号艇が好きなんで1号艇の白をちょっと今日は着てみます。いいんですか？たまに色を間違える選手がいますね。ここは赤なのにこっちを白を着てしまったとか大慌てです。いやでもやっぱすごい頑丈そうですね、これ。めちゃくちゃすごい。これはケブラ素材といってプロペラに巻き込まれても切れにくい素材となっているので、もうこれがないと怪我してしまうので、そうですよね。すごく大事な役割を果たしています。ユニフォームであり選手のことも守ってくれてるんですね。すごい。うわ、着替えが終わったんですか？イエイ。どうでしょうか。これがボートレーサーの勝負服です。いや、めっちゃかっこいいです。めちゃくちゃ似合ってますよ、澤田選またね、今日はどうでした？ボートレース琵琶湖。手。いや、裏側まで見せてもらって貴重な体験を本当にありがとうございました。ボートレースのこともっともっと好きになっちゃいました。ありがとうございます、本当に。今日はレース開催してなかったんですけど、次また開催がある時に、実際のレースを見て本当に楽しめるので、レースが開催してる時にまた遊びに来てね。ぜひともまた絶対に来ます。澤田選手、これからも応援してます。頑張ってください。ありがとう、パタネ。こちらこそありがとうございます。いやー、本当にすごく楽しかったな。絶対にまたここに来たい。
とこんな感じだったんですよ。どうですか？めちゃくちゃ羨ましいですよ。ただあと一つね、はい澤田選手、めちゃめちゃ緊張してましたね。あれ緊張してたんですかね？最初のオープニングのところめちゃめちゃ噛んでましたからね。そこは言わないお約束じゃないですそうですね、もうか。それもご愛嬌ということで、はいはい。レインちゃんでもさ、行ってみてどうだった？もう本当に最高でした。夢のような経験で、ボートレース琵琶湖、もう景色が最高だし、興奮が冷めません、本当に。まあね、最後はレースね、本当は見たかったけどもね。そうなんですよ。まあでも実際見ることできなかったんですけど、もうがぜん次は絶対にレース見に来ようって思いました。なるほど。それじゃあみんな、これからも逃げさしまくりシーズン2もよろしく頼むぞ、君たち。バイバーイ。エデン組の逃げさしまくりシーズン 2。 ここまで見てくれた君たち、耳寄りな情報だ。近江ポイントクラブを知ってるか？ボートレース琵琶湖で電話、インターネット投票で船券を買うと自動でポイントがつくんだ。ポイントを集めてクオカードと交換したり、なんとみんな大好きキャッシュバックもできちゃう。しかも入会費や年会費は無料だぞ。見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価をよろしく頼むぞ。